はい、皆さんこんにちは。レースに参加したいと思っている方いらっしゃると思うんですよ。なかなかね、最初のレースって緊張しますよね。またね、早い人も多いんでね、自分が出ていいのかなんて思っちゃうことあると思うんですが、僕もね、レースちょくちょく参加しているんですが、まあね、結果の方がね、なかなか出なくて、いろいろ頑張っています。ということで、今回はミニ四駆ギークス箕橋駅前店さんの月例レースに参加しようと思います。これからレースに参加したいなって思っている方の参考になれば幸いかなと思います。それで、レース自体はこの撮影日の次の日、明日なんですけれども、ここからね、レースって始まってると僕は思っていて、このマシンをね、コースレイアウトに合わせてセッティングを変え、メンテナンスの方をしました。コースレイアウトはこんな感じで、パッと見ね、レーンチェンジャンプ多いですよね。ここがどうなるのかっていうところと、あとはテーブルトップから2段下り。しかもコーナーからなんで、マシンの姿勢が乱れやすいかなと思います。そして僕が一番怖いなと思っているところがレーンチェンジ。このレーンチェンジ、写真の方を見たら白のレーンチェンジだったんですよ。またね、白っていうのがね、抜けやすいんですよね。さらに、スタートしてからコーナーが続いてテーブルトップ。ただレーンチェンジのあるレーンはレーンチェンジジャンプなんで、ここスピードが乗ったまんま突入してコーナー。さらにレーンチェンジジャンプでコーナー。逆振りでレーンチェンジ。スピードがね、他のレーンよりも出ているので、さらに難しくなるのかなと思います。はい、こんな感じのね、コースレイアウトで、あとはね、作戦ですよね。ギークスさんの月例レースは、そのコースの変更前に行われる。ということはね、いろんな情報がね、ツイッターの方に上がっていたので、それをね、参考にしながら、作戦の方を立ててみました。まずはナイトレースが同じレイアウトだと思うんですけど、行われていて、その決勝の動画っていうのが上がっていました。そこから参考タイム導き出してみたんですよね。だいたい優勝した人が18秒ちょっとからフラットぐらいだったので、安牌に18秒5、そしてなるべく18秒フラットぐらいで安定して完走できるタイムっていうのを今回目指していきたいと思います。さらにタイムアタックボードの方が Twitter に掲載されていたので見てみると、1位の方が16秒77。これダントツにね、早いんですよ。2位、3位、4位、5位、6位と17秒台。平均すると17秒56ぐらい。タイムアタックでこのタイムということは、レースはそこから最低でも1秒落ちてくるかなというところもあって、この辺が安牌に予選もクリアして決勝に行けるタイムなんじゃないのかなと思うんですよ。さらにこのタイムアタックボードには使用しているシャーシだったりモーターっていうのも記載されていて、これがヒントになるんですよ。1位の方はマッハダッシュ、2位の方はハイパー、3位の方もハイパー。ということは、確かにマッハダッシュモーターの方が速いんですが、僕のマシンね、やっぱり速いモーター入れると安定感がちょっと悪くなるので、ここはハイパーにして安定感重視でいこうかなと、乾燥重視でいこうかなと今回思います。今回の月例レースに合わせて妄想セッティングの方はこのマシン完了しているんですよ。まずはテーブルトップから下りスロープ2段、コーナーから直ということもあってマシンの姿勢も乱れやすいですし、他のセクションテーブルトップから2着とかその辺との兼ね合いでブレーキセッティングちょっと悩みました。ただね、テーブルトップ2着そしてコーナー、やっぱりコーナーの手前でしっかり落とした方の方が乾燥率っていうのは上がると思ったので、前後とりあえずピンクブレーキさらにね圧縮しています。これだとねちょっと効きすぎちゃうかなと思うんですが、当日練習走行でその辺の塩梅を見てブレーキはね抜いていこうと思います。テーブルトップからスロープ2段下り、あそこのね着地位置っていうのも難しいなと思って、前下がりになるのでこうコースのね床面に刺さるように落ちると、
このね、前の方にブレーキそのままね、剥き出しだと、これがね、効いてすごい減速しそうなので、とりあえずね、ここには溜め手を貼りました。ただブレーキの効きがね、弱くなるので、ちょうどいいんじゃないのかなっていう風に予想の方はしています。そして着地位置、これ失敗すると結構マシンが跳ねて暴れて悪さしそうなので、できるだけ2段スロープの2枚目の終わりからちょっと手前ぐらい、あの辺に落ちたらスムーズになんかこういきそうな気がするんですよ。もう一つがやっぱりレーンチェンジの対策はしなきゃですよね。今回逆振りのレーンチェンジということもあって、このメインマシンテスト走行でね走らしたところも逆振りだったんですよ。ということで、とりあえずねそこを走らしてどういうセッティングにしたら多少スピードを上げてもクリアできるのか見てみた結果、ローラーセッティングはこんな感じになりました。まずはね、フロントのこっち側ローラースタビをつけました。これは出口側で、ここがねなるべく早く当たってマシンの姿勢をこう戻してくれるためにつけました。そして2段ローラーアルミを逆付けにしています。ここで戻してここに当たって、今度はこういう風にねなるべくいってくれるようにしました。そしてこちら側は湯飲みスタビに2段ローラーアルミを逆付けにしました。今回のコースレイアウト、レーンチェンジが逆振りになるので、弾かれたような感じで進入していくんですよね。逆振りじゃなくてコースのフェンスに沿っていくと、このままスラストがかかってあんまりマシンが浮かなくなるんですが、逆振りだとパーンってね行くような感じ。このパーンっていく時にマシンをアウトリフトさせて無理やり出口側にねじ込んでいこうという作戦です。なのでこういう状態でレーンチェンジの出口側に行くので、ここにスタビがあるっていう感じですね。ここにね何もないとこのままコテンってなってしまうので、スタビローラーで戻してさらにアウトリフトにして出口側に向かっていく、そんな感じのセッティングにしました。さらにレーンチェンジクリアした後すぐコーナーなので、やっぱりねこういう風にね、なんていうんですかね、アウトリフトをしてこういう風にコーナーを抜けていった方の方がコースアウトする確率はね少ないと思うんですよね。リア側のローラーセッティングはこっち側はねわりかし普通、上下に 13mm のオールベアリングローラーを使っています。間のねこのなんていうんですかね、これ消しゴムみたいなの、これはねここにねコースのフェンスが入らないようにカーボンでねかっこよく作っている人いたので、僕もね真似してみました。ただ今回こちらのローラー、僕わりかしねマシン左側の後ろのローラー2段ローラーアルミを上に取り付けることが多いんですよ。これもレーンチェンジ対策で、出口側でこう当たっていくじゃないですか。ただコースのフェンスの上側が上段ローラー出てしまうって、こういう風にねコースアウトしてしまうことってあるので、一段下げた状態のところにローラーが当たるようにして、あまりね傾かないように。どうしてもね後ろ側がねこうレーンチェンジ出口で高くなってると、この辺とかねこういう風にいっちゃうんですよね。ということで今回とりあえずね妄想セッティングの方は出来上がって、あとは走らせてどうなるか、実際ね18秒から18秒5ぐらいで完走するのか、その辺も当日練習走行で見ていくんですが、万が一高確率でレーンチェンジがクリアできないとか、ジャンプセクションでコースアウトしてしまう、飛びすぎてしまうとか出てくると思うんですよ。その時の対策まで今回は僕は考えておきました。まずはねジャンプセクション、もうこれに関しては今回のレイアウトブレーキでなんとか対応していこうかなと思います。もちろん提灯のね開き具合を調整して、この前下がりとかこういった微調整っていうのもしていかなきゃいけないんですが、とにかくねレースやってる時って時間がないんですよね。そこまでね一個一個チェックできないので、サクッと調整しやすいブレーキで、もし止まりすぎているんだったら溜手で隠す、多分大丈夫だと思うんですが、飛びすぎている場合、そうなってくるとブレーキの厚みを変えたりとか、この前ね溜手で隠している部分をほんとねギリギリまで隠すような感じにしたりとかしてブレーキを強めていこうと思います。あとはタイヤですよね。リア側のタイヤローフリクションタイヤに変えて蹴り足を弱くする。もう最悪はねなんか
ギアとかの噛み合わせ悪くしてリア側のトルクを抜く、そんな感じのセッティングで調整していこうと思います。多分この微妙なねブレーキのセッティングで対応できると思うんですよね。レーンチェンジ、もしこのセッティングで入らなかった場合、あんまりね正直思いつかないんですよね。こっち側の湯飲みスタビをローラースタビに交換してみる。これでこういかずに、こういったとしても当たってその反動でこういくようにしてみる。それぐらいのねちょっと対応しか思いつかないんですよね。あとはね、リアアンカーに少しアッパースラストを入れてみたりとか、そもそもね、フロントのスラストをちょっときつめにしてみたりとか、その辺でね、対応していきたいと思います。忘れてはいけないのが、完走したけどタイムが18秒5以内に入っていなかった場合、もうこれに関してはね、パワー走を上げるしかないかなと思います。ただパワー走を上げるとブレーキのセッティングとかもずれてくるので、その辺のね見直しも同時にしていかなきゃいけないかなと思います。現状モーターの方は 28,500 回転のハイパーダッシュモーター、そこまでね回ってないモーターなんで、パワー走が足りないっていう可能性はあり得るんですが、いやこれ以上にね回るハイパーダッシュ今ないんですよね。ギリね3万回転ぐらいのはあるっちゃあるんですが、ちょっとで軸ブレの方がすごくて、軸ブレね多いモーターってジャンプ姿勢すごい乱れやすいイメージがあるんですよ。あんまりね使いたくない。でこの搭載しているハイパーダッシュモーターは軸ブレがね少ないんですよ。なのでね、できればこのモーターを最大限に活かしてタイムの方をね出していきたいなと思っています。もう最悪ねモーターちょっと買ってきてね頑張って鳴らして、これよりもね良さげなのを手に入れるっていうのも一つ手かなと思っています。はい、ということで今回はミニ四駆ギークス箕輪橋駅前店さんの月例レースに参加するための事前準備ですよね。いろいろね妄想を膨らまして、当日今出したセッティングが合っているかどうか、多分ね合ってはないんで微調整して目標タイム18秒5以内、これで完走率はできれば 100%、 なるべく 70% 以上は持っていきたいと願っているんですが、僕ねミニ四駆のこのセッティングの引き出しめちゃめちゃ少ないんで、もうねできることをね先にこう予想しといて、当日もねやっぱりわちゃわちゃしていると、どうしようどうしよう、ここどうやったら入るんだろう、いやもう全然入んない、もうわけわかんない、俺のマシーンもうセッティングできないってねなってしまうんで、イメトレですよねっていうのをしてみました。この後実際にレースに参戦して、こいつがねどういう走りをするのか、そして僕がどういう結果を出すのか、その辺も楽しみにしていただけたらなと思います。結構ねミニ四駆ってなんていうんですかね、無差別級っていうか、ビギナーの方も上級者の方もレースとなると同じレギュレーションで戦いますので、やっぱりね僕も最初速い人が多いと自分なんか出ていいのかなっていうね気持ちになりました。もうね周りの人がね速すぎて怖いんですよね。そこはねほんと勇気を振り絞って、別にねマシンの速さだけではなくてね、自分自身が楽しみたいからという理由でね出ていただけたらなと思います。そこでねいろんな体験もできますし、一度ねレースに出たいと思っている方、ちょっと勇気を振り絞って出てみてはいかがでしょうか。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。